しじゃ、不気味度を魅力じゃ。今回はセガサターン屈指の名作であるナイツ・イントゥ・ドリームスをプレイしていくのじゃよ。本作にはクラリスとエリオットという主人公となるキャラクターが2人存在する。それぞれに通常のエンディングと全てのステージをランク A でクリアすることで見られる真のエンディングがあるので、その両方を見られるようにする予定じゃ。本作は1996年7月5日にセガより発売されたセガサターン用タイトルじゃ。名作ソニック・ザ・ヘッジホッグを生み出した天才中裕二氏率いるセガのソニックチームが開発を手掛けている。ジャンルとしてはアクションゲームじゃな。今回は比較的難易度が低いクラリスでプレイしていくのじゃ。本作はサブタイトルにもある通り、夢の世界が舞台となっている。人間が持つイデアとい光に人間の意識が投影されることで生み出される良い夢の世界、ナイトピアと悪夢の世界、ナイトメア。ナイトメアの支配者ワイズマンは生み出したナイトメアを操り、人々のイデアを奪い、ナイトピアを滅ぼそうとする。しかし、ナイトメアンの一人であるナイツは自由を愛するがゆえにワイズマンに逆らい、イデアパレスに幽閉されてしまう。夢の中でナイツに出会ったクラリスとエリオットは奪われたイデアを取り戻し、夢の世界を救うため冒険の旅に出かけるのだった。というのが大まかなストーリーじゃ。クラリスはミュージカルのオーディションを目指していたが、大舞台への不安や恐れから自信を失い、悪夢の世界に紛れ込んでしまったようじゃ。最初のステージはスプリングバレーじゃ。水と緑が豊かな山岳地帯で、クラリスの理想的存在である父親像をイメージして作られた世界らしい。ステージ開始直後にイデアをナイトメアンたちに奪われてしまうが、唯一残ったレッドイデア、勇気のイデアの力でナイツは一時的にイデアパレスから解放するのじゃ。ナイツは同化、リアライズ能力を持っており、クラリスはナイツと同化することで一定時間自由に空を飛び回ることができるわけじゃな。ゲームの目的としては、このブルーチップを20個集めて、イデアが取り込まれているイデアキャプチャーに入ることでイデアを取り戻し、そのイデアを持って最初のイデアパレスに奉納することじゃ。先ほど無事にホワイトイデアを取り戻したので、ナイツの周囲でくるくる回っている。あとはこれで最初のイデアパレスに入ればコースクリアじゃ。自由に空を飛んでいるように見えるが、実際は手前や奥への移動はできず、動けるのは上下左右のみで、一つのコースはレースゲームのようにイデアパレスを中心に一回りするようになっている。つまり 3D 的な見せ方にはなっているが、実際はループ式の横スクロールアクションゲームなんじゃよ。一周するごとにブルーチップは復活するので、とにかく時間内にブルーチップを20個集めてイデアを取り戻し、イデアパレスにたどり着けばよいのじゃ。一つのステージは4つのコースに分かれていて、イデアを奉納することでコースが切り替わり、
合計4つの腕を取り戻すとステージクリアとなる。これだけだと実はそれほど難しくはなく、何度かプレイしてコースごとのブルーチップの場所を覚えてしまえばクリア自体は簡単じゃ。実はここからがこのゲームの楽しさなのじゃが、連続してアイテムを取ったりループをくぐることでリンクという形でスコアにボーナスが加算されていき、高いスコアでコースクリアすることで F から最大 A までのランクを獲得することができるのじゃ。特にイデアを取り戻した後はスコアが2倍となるボーナスタイムになるので、時間内であればあえてイデアパレスに入らずにひたすらコースを周回してスコア稼ぎもできる。ただ時間オーバーになってしまうとクリアはできるがスコアは一気に下がってしまうので、その見極めもまた重要じゃな。ワイズマンに幽閉されたナイツは一定時間しか同化できないというのが時間制限のうまい理由になっているのじゃよ。単純にクリアするだけでなく、短い時間でより早くイデアを取り戻し、より多くのリンクとコースの周回を繰り返すことでスコアを高くして最高ランクを獲得するというのがこのゲームのやり込み要素なのじゃ。残り時間的にあと1周はできそうじゃな。コースやアイテムの配置を覚えていくことでリンクを半永久的につなげることもできるので、レースゲーム的な楽しさもあるのじゃ。イデアを取り戻した後はブルーチップはゴールドチップに変わり得られるスコアも多くなる。ギリギリセーフだったのじゃ。ボスにもランク8達成なのじゃよ。一応コース内には敵キャラのナイトメアンがいるのじゃが、別に倒さなくてもいいというのも良いな。当たってしまうとタイムが減少するのでもちろん邪魔ではあるのじゃが、時間内にイデアを取り戻して奉納するという目的以外はプレイヤーの自由度が高いのが素晴らしいのじゃよ。よし、2つ目のイデアを取り戻したのじゃ。ここからは残り時間でひたすらスコア稼ぎじゃ。間違ってイデアパレスに入ってしまわないよう気をつけるのじゃよ。このリンクがつながっていくときに効果音がだんだん高くなっていくのがこれまた気持ちよいのじゃよ。この特殊なリングをくぐると一定時間ナイツが黄色の奇跡を引いて飛ぶようになるアクロバットタイムが発生する。アクロバットタイム中に方向キーと LR ボタンの組み合わせで発生するアクションを取ることでまたスコアボーナスが得られるのじゃよ。ボスさんもランク A でクリアじゃ。いよいよステージ1の最後のコース4つ目のイデアを取り戻すのじゃ。やっていることは横スクロールアクションなんじゃが、この 3D 的な見せ方やコースの作り方のおかげで手軽に空を自由に飛んでいるかのような感覚を味わえるのも本作の醍醐味の一つじゃな。1周目で早くもイデアを回収じゃ。あとはもうスコア稼ぎじゃな。イデアを早く回収できた方がスコアボーナスももらえるので、まずはブルーチップの場所をしっかり覚えて自分なりのルートを作ると良いのじゃよ。またナイツのアクションとして
空中で円を描くことで発生するパラループというのがある。パラループ内の敵を消滅させたり、アイテムを一気に獲得することができるのじゃ。3次元的に効果が発生するので、奥のアイテムなども獲得できるのもポイントじゃな。最初にも言った通り、本作の真のエンディングを見るには、全てのコースでランク A を達成する必要がある。慣れないうちは無理そうに思えるが、何度も繰り返しプレイしていくうちに、コースも覚えてランクも自然と上がっていくという絶妙なゲームバランスなのじゃ。これが最後の1周かな。あ、これはやばい。間に合わない気がするのじゃ。こういう時は戻るというのもありじゃ。コース4をクリアし、すべてのイデアを取り戻すと、いよいよボス戦じゃ。ボス戦では、今までのサードレベルのナイトメアンではなく、より強力なセカンドレベルのナイトメアンが登場する。ちなみに、ナイツはファーストレベルのナイトメアンなのじゃよ。こいつはギルウィングじゃ。頭部にタッチして弾き飛ばすことでダメージを与えられるが、再生してくる。ただ、再生するたびに尻尾が短くなるので、尻尾がなくなるまで繰り返すのじゃ。もちろん、このボス戦も短時間でクリアできればそれだけスコアボーナスが多くもらえる。このギルウィングは、尻尾をパラループに巻き込むことで一発でクリアできるらしいのじゃが、ちょっとわしには無理じゃ。これでステージ1はクリアじゃ。俺 A ランクなのじゃよ。クリアをするとスコアランキングが表示されるのじゃが、背景で流れるのは実はプレイヤーのリプレイ映像となっているのじゃ。技術的には何気にすごいことだと思うのじゃよ。続いてステージ2じゃ。ステージにはミスティックフォレストじゃ。サブタイトルにはポジビリティとある。可能性という意味じゃな。ステージ1と同じように最初にイデアを奪われてしまうが、残ったレッドイデアの力でナイツを解放し、同化するところからステージスタートじゃ。霧に包まれた森と道路標識が融合した世界となっており、クラリスの無意識への探求心から生み出されたらしい。ここまで出てきたいくつかのキーワードから分かる通り、本作は深層心理学の要素を多分に含んで作られている。イデアという言葉も深層心理学の世界では本質を示す言葉じゃ。そもそも本作の基本ともいえる空を飛ぶという夢も思い通りに空を飛んでいる場合は困難や障害を乗り越え自分らしく行動できることを暗示している。逆にうまく飛べなかったり起きてしまったりする場合は失敗することへの恐れや不安が現れていると言われているのじゃ。そう考えると
このゲームをクリアすることがクラリスたち、ひいてはプレイヤーが障害を乗り越えて自分らしく行動することとつながっていると思うのじゃよ。例えば森というのは未知なる可能性、霧は迷いや困難を表している。そして道路標識には進むべき方向という意味もあるし、何らかの制限を受けているという意味もある。オーディションに出て希望を叶えたいと思いつつも、不安を抱えて踏み出せないクラリスの精神状態がこの夢の世界に現れていると思うのじゃ。そんな世界を自分らしく行動することを表す空を飛んでクリアしていく。クラリスにとってこの冒険は自分自身の迷いや不安を乗り越えていくことにもつながるのじゃ。そういう要素がプレイヤーの深層心理にとっても何らかの影響を与えるからこそ心に残る名作なのかもしれないな。そんな話をしているうちにステージにもボスさんに突入じゃ。そうそう、こういうリンクが連鎖していく時の音が気持ちいいのじゃよ。ギミックが複雑になってきて、リングの位置が上下に広がってきているが、基本的にやることは一緒じゃな。むしろリンクできる数も多くなるので、連鎖をつなげるのがかなり楽しくなるのじゃ。いよいよ最後のコース4じゃ。ここはパラループをすることで隠しアイテムでブルーチックが大量に出てくる。こういうのが結構あちこちにあるので見つけるのも楽しいな。ここでは視点が変わり、いわゆるトップビューになる。一応標識に進むべき方向も表示はされるのじゃが、初めて来た時はどちらに進んでいいのかわからなくて迷ってしまうポイントじゃ。とりあえずイデアは取り戻したので、あとはスコア稼ぎじゃな。
ご覧の通り、わしもそんなにプレイが上手なわけではなく、ミスをしまくっているわけじゃが、それでもちゃんと A ランクが取れるのじゃ。一度クリアしてしまえば、同じステージを何度も繰り返しプレイできるので、まさにレースゲーム感覚で練習できるシステムになっているのじゃよ。タイムオーバーにだけは気をつけるのじゃ。とか言っていたら結構やばいな。急ぐのじゃよ。なんとか間に合った。ステージにもおる A ランクを達成じゃ。そしてステージ2のボス戦じゃな。ステージ2のボスはガルポという魚型のボスじゃ。ガルポは水の中にいるので、このままだと攻撃を当てることができない。周囲にある魚の形をした仕掛けに触れることで水中を貫通して反対側に行けるので、これを使ってダメージを与えるのじゃ。ポイントはガルポと同じ高さをキープすることじゃな。とは適当に仕掛けに突っ込めばそのうち当たるのじゃ。高さがずれていると絶対に当たらないので注意するのじゃよ。よし、いつの間にやら倒したのじゃよ。クリアタイムも 1.6 倍なのでそこそこ良い方じゃな。これでステージにもクリアじゃ。さて、それでは続いてステージ3に挑戦じゃ。ステージ3はソフトミュージアム。サブタイトルはコンフュージョン、混乱という意味じゃな。この世界はヨーロッパ風の庭園とそこにそびえ立つ不思議な美術館からできている。ソフトミュージアムという名前の通り、壁や床が柔らかいトランポリンのような感じになっていて、接触すると大きく弾かれてしまうのじゃ。これまでの自分から大きな変化を遂げようとするクラリスの動揺により作り出されたらしい。いわゆる夢占いでいうと、庭園は安定や豊かさを表し、美術館は自分の内面を客観的に見つめようとしていることを表すらしい。そしてトランポリンは現状から脱出して大きな飛躍を遂げることを表す。つまりステージ1で安定した父親の庇護のもとにいたが、ステージ2で未知なる可能性に迷いつつも、ステージ3ではついに自分の内面を見つめて現状から飛び立とうとするというクラリスの深層心理での成長を表すステージ構成になっているわけじゃ。夢の世界を救うということがクラリス自身の成長にもつながっているのじゃ。同じような経験や思いは大小の違いはあれどきっと誰の心にもあるはずで、だからこそ本作は多くのプレイヤーの共感を得たのではないかとわしは思うのじゃ。ゲームの要素が実は心理学的な効果や意味もあったという分析は時々見かけるが、心理学的な要素を意図的にゲームの中に組み込んでいくというアプローチは非常に興味深いな。ゲームによるセラピーとかにも使えるんじゃないかと思うのじゃよ。
がステージ3になったこともあり、かなりコースも複雑になってくる。ボスには美術館の中に入るが、上下左右もバラバラで、しかも壁や扉が柔らかく、まさにトランポリンのように弾き飛ばされてしまうので、なかなか思うように飛び回ることが難しい。できるだけ美術館の中では壁に触れない方が良いな。そして続いてはコース3じゃ。ここは大砲で打ち出されて壁に跳ね飛ばされながら視点も変わるので、最初はかなり戸惑うのじゃ。後ろからの視点なのでリングの距離感がつかみにくいのも難しいな。最後のコース4では再び美術館の中に突入じゃ。鏡に映る場面では鏡の向こう側のアイテムを取ることができるので逃さないようにしたい。ここはコースが結構長いので周回できる回数が少ないのにも気をつけるのじゃよ。なんとかステージ3のボス戦じゃ。ステージ3のボスであるジャックルは一番難しいボスだと思うのじゃ。
推理式のトランプ攻撃を避けるのも大変だが、そのままだとダメージを受け付けない。一度タッチしてマントを剥がしてから攻撃することでダメージを与えることができる。再びマントをまとうとダメージを受けなくなるので、マントに近づけさせないようにするのがポイントじゃ。なんとか倒せたのじゃよ。次はいよいよ最終ステージとなるステージ4じゃ。ステージ4はクラリスもエリオットも共通のステージとなる。盛り上がってきたところじゃが、今回はここまでじゃ。次回はラストステージとエンディングを紹介するのじゃよ。では次回もよろしくな。